残されていたゴミ22トン。それを避けるとボロボロになった築150年の古民家が現れました。床は腐り、イタチやネズミが住み着いていたこの家を DIY 初心者の夫婦が基礎から直し、居酒屋に生まれ変わらせる、その1年間の記録です。すごいね。来ました。山。2021年5月ゴールデンウィーク、私たち夫婦は東京での仕事を辞め、富山の山奥に移住することを決めました。今日から古民家再生に着手します。古民家始まるぞ。これが私たちが買った古民家です。この古民家を初めて見たのはここからさらに1年前。このご夫婦がこの家を仲介してくれました。ここは山奥のとても小さな村なので不動産屋がありません。こういう場所では空き家は人づてに紹介してもらいます。目を奪われたのはむき出しの梁や昔ながらの建具。窓からの景色も魅力的でした。庭に水芭蕉が咲いていて、田舎暮らしに憧れる私たちには楽園のように見えました。反面気になったのは残置物の多さ。どの部屋も物であふれています。そして水回りはなかなかボロボロ。DIY 経験がない私たちにどこまでできるのだろうかという不安もありましたが、2人ともこの家が気に入ってしまい、購入に向けて家主さんに連絡を取ってもらいました。ここから家主さんと話し合いを始め、リノベーションに着手できたのがちょうど1年後というわけです。移住をするまでのことを書いたエッセイが出ました。興味のある方はチェックしてみてください。趣味の釣り仲間に声をかけたところ、たくさんの人が興味を持って集まってくれることになりました。ありがたい。初日の今日はともこさんとまるちゃんの2人が駆けつけてくれました。まずはこの大量のものを片付けるところから始まります。古民具のような古いものはできれば残して飾りたいという欲があるので、捨てるもの、捨てないものの選別を行います。とはいえ、ほとんどは捨てることになりそうな気がします。昔のおちょこやタンス、カゴ。明日からたくさん人が来て一気に物を捨てるため、その前に避けておこうという作戦です。おや、小鳥の骨が落ちている。みんなが来るにあたってトイレを使えるようにしておかなければいけないんだけど、トイレの水が出ない。これは困った。壁の中で水道管が水漏れしているのかも。まあどうせ壊すことになるので壁を壊してみようと壊してみたところで、外に水道の元栓を発見。出た無事水が出ました。やったー。壁を壊す必要はなかったみたい。本当だ、すごい溜まってる。私と大将があちらこちら見て、ああでもないこうでもないとやっているうちに、ともこさんとまるちゃんが1階の片付けを進めてくれていました。見違えるように綺麗になっている。まさか片付けの天才だったとは。足の踏み場もなかったのに歩けるようになりました。感謝。
あ、廊下に出したんだね。消えるわけないもんね。ともこさん、片付けの途中でネズミを捕まえたようです。上からね3匹ともゴサッと落っこってきたのね。でお母さん1匹だけグワーって逃げてったの。子供は固まったの、私の目の前で。なんかネズミ以外にもいろんな生き物がいそうな古民家です。雪囲いを取って窓からゴミを出せるようにします。冬になったらまたこの雪囲いをつけて窓を雪から守るのです。家の前の湧き水は使えそう。水道が使えないので今のところ唯一の水源です。進んだのか進んでないのかよくわからないけど、とにかく疲れました。疲れた。2日目。古民家再生2日目です。古民家に残る大量の荷物をとにかく捨てていかなければいけないのですが、業者に見積もり依頼をしたところ、なんと150万円と言われてしまいました。しかも最低でも150万円。もしかしたらもっとかかるかもしれないということで、早くもピンチです。ちなみにここはかなりの山奥なので、最寄りのクリーンセンターまで片道1時間ほど。自力で往復するのはちょっと現実的じゃないかなと思います。早くも積みかけた私たちですが、ここで救世主が。釣り友達の芦沢さんです。仕事の関係上、こういうことが得意だということで、なるべく安くなるようにいろいろと手配してくれました。明日、芦沢さんの仲間がもう2台のトラックで来てくれます。さあ、ゴミ出し開始。今日は各地から10人ほどの仲間が集まってくれます。この巨大なゴミ袋はトン袋といって、その名の通り1トンのものを入れて運ぶことができるそうです。まずは大量の布団をこのトン袋に詰めていきます。空き家になって15年ほど。おそらくそれくらいの間放置されていた布団なので、ほこりがすごいです。この辺りの家は昔は兄弟やいとこなど大家族で暮らしていたそうです。お客さん分の布団もあるかと思います。とはいえ多い。あっという間に3つの袋がいっぱいになりました。3つパンパンだ。話を知らせに2階にある。はい、あったっけ。あ、和室にあるかも。4つ目いくよ。いや、布団ありすぎ。布団だけで結局5袋になってしまいました。続いて衣類。しっかり分別をしているので、なるべく同じ種類のものを集めます。服の中にもネズミが暮らしていました。うわ、いっぱいいる。あらららら。あ、ネズミだもん。あ、お母さん。お母さん大きい。なんか牧場みたいになってる。目死んでっけど。どうした？目どうした？ 1階山側の部屋にある小さなタンス。実はこれ、昨日の夜、何かがいる。なんかねえなんかいるんだけど。音から察するに猫ぐらいの大きさのものです。私が騒いだのでいなくなったみたい。そのタンスを開けてみると、
なんかすごく臭い。する。あ、うんこの匂いか。動物の糞を発見。しかしそれだけではなく、ここになんかいる。カエル。わかった。だからやっぱ食べ物だ。カエルの死骸、ニジマスの頭もありました。だからに乗ったんだ。どうやらここに住んでいた動物の食べ物みたいです。それらが腐ってとにかくすごい激臭です。息止めてればできる。頑張れ。息をしたら吐きそうなぐらいの匂い。息を止めてなんとか引き出しを外に運び出します。姿は見えなかったけど、食性とサイズ感からおそらくイタチではないかということでした。源流居酒屋ではおなじみの天からババアさんとヨッシーも手伝いに来てくれました。いいとこだね、なんかね。2人が来たのでちょっと古民家をご案内します。玄関を入るとすぐ階段があって、まあお部屋。はい。でお部屋。ざっくりしてんのよ、この時間ないから。台所です。台所もシンクなども出すので大変です。全部ね。で、こちら開かずの扉だったものがちょっと開いた扉になりまして、これ以上は絶対無理。これ以上は無理だけど、人一人なんとか入れます。ボイラーがあってのお風呂でございます。こちらはここがお風呂です。ここから土間に行ける感じですな。戻ってきて、はい、他にも部屋です。部屋です。あ、ここはあの方がいた。あの方がね。部屋です。部屋です。寝室になるかもしれないです。こっちがだいぶ物出てすごい綺麗になってきた。そう。1階は畳の部屋が6部屋あります。間取りはこんな感じ。1階と2階の間には中2階があります。あの奥もいっぱい物が。気づいてしまったか。2階でございます。これ何？わからないです。謎の縄くくり。網がすごいじゃん。縄編み機だって。そうなの2階には2部屋小部屋があります。じゃあここ私の部屋。信じられない。ここにも部屋があります。ここに屋根裏みたいなのがあります。で、あれがうちのキューちゃんですね。キムちゃんいる。こんな感じの家です。広いです。それと道路沿いに車庫があります。さあ、人数が増えたのでどんどん物を捨てていきます。大量の物を避けたら畳が見えたのですが、なんか思っていた畳と違う。やばいね。ふわふわしている。畳を剥いだら板の上にすぐフローリングを張り始める予定だったのですが、全部板張り替えてからフローリングやらったらね、もう濡れるで。あー、やばい。テントだな。どうなるか。
なんでこんなことになったんだろう。隕石落ちた系。隕石は落ちてなかろうよ。だけどこれだけではありませんでした。畳を剥ぐとさらに恐ろしい光景が。どうやって土割りです。もう土じゃん。そこ。土は土なん、どこ開けても土なんだけど。でも部屋から。床を支えている大引きが腐っているようです。思った以上床張りできないです。あ、これ映像撮った。大丈夫ですか？映像撮ってくれる。もう一回やりましょうか。明るい仲間たちに助けられ作業を進めます。スーさんは自宅のリフォーム経験があるので慣れた手つきです。迷わずどんどん家具を壊していきます。この思い切りが古民家再生には重要なのだと学びました。もたもたしていたら永遠に終わらないのです。キッチンの古いシンクも取り出してすっきりしました。家の前は物だらけ。だけど家の中もかなりのもの。進捗状況はどんな感じかな？とりあえず先が見えない。思ったより物が多くてやばい状況です。3日目は結構な雨。今日のメンバーは16名。朝からバリバリ捨てまくります。家電などの大物で3トントラックはすぐにいっぱい。トラックは合計3台来てくれます。これだけ出してもまだまだ物がある。だけど16人のパワーがすごい。物がなくなったら今度は畳が出せます。ないで。腰とか言わしたら終わっちゃうから。畳が崩れた。他の部屋の畳もどんどん剥がします。畳だけですごい量。使えそうな畳はなさそう。道路側の部屋の床は腐ってないみたい。東側に面しているので日当たりが良いのです。いろりの跡もありました。お昼ご飯は炊き出し担当を名乗り出てくれた仲間が作ってくれています。今日はカレー。ほっとするひととき。こういう時間があるから頑張れるんだなと思います。あまりの量に絶望しかけたけど、みんなが来てくれて一緒にご飯食べたらいける気がしてきた。外がね、中はどんどん床剥がすとこまで行けたの、行けてんのすごい。決めてた。あそこに立った瞬間でこれ剥がさん。夢のまた夢だったから。これ剥がさん。畳も出せたしね。畳出せた。そう、おじさんすごいすごい。やりだしたから。みんなすごい。西側の部屋は山に面しているので湿気が多くボロボロです。台所も山側なのでシートを剥がすとかなりボロボロ。これはさすがに使えない。躊躇なく床を壊すメンバー。だんだん思い切りが良くなってきました。なんか俺と新たなセットで大会やる。壁もダメみたいです。ほら寒いぞこんな家。板一枚だもんいつも。3年生寝ないと寒いよ。ボロボロな部分を剥がしたらだいぶすっきりしました。山側の部屋たちは片付いたというよりすごい変貌ぶり。
階も物がなくなってちょっと感動。すごい。でもだいぶ広くなった。この古民家は寝泊まりできる状態ではないので、車で10分ほどの場所の宿舎を借りました。はい、じゃあどうもお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、乾杯。ぎゅうぎゅうで宴会。ここで雑魚寝です。ありがたい。でも入るもんや。泣きそう。4日目。カラス天狗感あんな。トラックは全部で3台来てくれます。乾杯。頑張るぞ。リポビタンデイ。違うし清美だったリポリだったんだって。今日は地元の大工さんが見に来てくれました。ここぞとばかりにアドバイスをもらいます。順番にちょっとずつ。買うより高つく。新築で買うより高つく。新築を。なるほど。全部きっちりやろうと思ったら新築を買うより高くつくということで、とりあえず住める分だけ部分的にリフォームを進めようと思います。みんながいるうちにやっておいた方がいいことってあったら、それを壊すことが大事。ここ壊してさあれば仕事がやりやすい。このアドバイスは非常に参考になりました。とにかく壊すこと。壊すのは人数がいた方がいいということが今になって本当によくわかります。前は合掌このかやぶきやった。そしてもともと合掌造りだった家を増築して2階建てにしたということが分かりました。さて、ここで大切なことを決めておかなければいけません。1階と2階の間にある中2階。ここに隠されているのは立派な太い針。1階の天井を抜けばこの針が見えるのではないかということで、天井を抜くかどうか、またどこまで抜くか、やりながら決めていきます。多分いい感じに見えそうな気がするので、天井壊します。天井を抜くために1階をまっさらにしなければいけません。もう動かなくなってしまった扉。これを豪快に壊して外して敷居も取ってしまいます。ここは一つの大きな空間にします。まあそれなりに思う。それでは天井を壊します。この天井は吊り天井といって上からぶら下げているだけの板が薄くて軽い天井です。天井を壊すとあの針が見えました。このぶら下がっているたるきで天井を吊り下げていたんだね。私は DIY 経験が本当にないので、おっかなびっくり壊しています。壁のパネルを剥がすと立派な木材が出てきました。建てられた時の古い重厚感のある建材です。気をつけて。やり方正解だ。正解だ。この野郎人んちだと思って乱暴じゃねえか。人んちだからいいんだよ。壊し屋たちに火がついてしまいました。壊すとこから始まるんですよ、芸術は。できるだけ多く壊そうとする。芸術は壊す。しかしこの量がえらいこっちゃ。
この木材を片付けるのも一苦労。そしてトラック3台がいっぱいになり、芦沢さんたちトラック部隊は引き上げます。だけどまだまだ残されたこのトン袋たち、どうするのかというと、なんともう一度トラックで取りに来てくれるということです。本当にありがとうございます。この日は日が暮れたので終了。わあ、すっきりしたね。やっぱかっこいい天井。この立派な針、やっぱり素敵です。惚れ惚れするわ。この針をもっと見せるために、もう一つ天井を抜くことにしました。中2階の床の一部を残すことによって、ロフトのような部分を作ることにしました。ちょうど台所の上になります。天井を抜き終わりました。すごい。これで針が見えるようになって、ロフトもできました。次は床。床は使えるところはそのまま上から板を張りたかったんだけど、大工さんに見てもらった時に大引きという基礎の素材が少ないということで、補強も兼ねて一部作り直すことにしました。壊しているのはいろりの跡です。家に作り付けられていたタンスには明治36年の文字。すごい。だから脱衣所、洗面所の床を剥がします。東京で OL 生活をしていた私はへっぴり腰です。はあ、疲れたね。疲れたね。いいよ山。いい山だ。いい山だよ。壊して捨てて、かなり見晴らしが良くなってしまいました。ちょっと不安です。およそ家には見えない。6日目、天気は大荒れ。残しておいた押し入れを壊すことにしました。一面にフローリングを張るので、床の上に何もない方が早いだろうという考えです。ところが、押し入れを壊すと痛くないものが見えてしまいました。剥がして正解だったここ。はあ。うわ。食ってる。食ってますね。食ってる。シロアリです。古民家なので覚悟はしていたけれど、やっぱり嫌ですね。絶賛お食事中です。板の下か。うわー、嘘やろ。大引きの上に貼ってある板がやられているみたいで、剥がしてみると幸いその下の大引きはさほど食われていません。とにかくできるだけ駆除して、すぐにシロアリの殺虫剤を注文しました。さようならシロアリ。空っぽになった古民家に荷物が到着しました。これはフローリング剤。多分ね、1トン200って書いてあるけど、そこまでないと思いますよ。そこまで800キロぐらい。引っかかりなかったですよ。800ぐらい。本当ですか。
このゴールデンウィーク中にフローリングを張れる想定で100畳分のフローリング材を注文していました。置くとこあるかな。なんとか床のある部屋に収納しました。これを貼るのはいつになることやら。その後、芦沢さんたちの3台のトラックが残りのゴミを持って行ってくれました。最終的に出たゴミの量はトン袋120個分。トラック6台、合計で22トン分でした。7日間古民家のゴミ出しをして、ついに古民家からゴミがなくなりました。2021年6月、ゴールデンウィークが終わり、仲間たちは帰っていきました。私、陽子もまだ会社員なので、一旦東京に戻ります。大将は一足先に会社を辞めたので、村に残って新しく始めた林業の仕事をしながら、ぼちぼち家を直していきます。今日は富山県内に住む仲間が手伝いに来てくれました。風通しいいね、このガラス戸。山側の壁は残しておくつもりだったんだけど、あまりにもボロボロで薄くて冬に寒そうなので、結局壊すことにしました。ペラペラの壁はあっという間に取れちゃって、かなり見晴らしが良くなりました。防水の透湿シートを貼ります。しばらくはこれを壁として過ごすことになります。2022年7月、陽子も仕事を辞め、東京の家を引き払い、富山に引っ越してきました。この村に住みながら、本格的にリノベーションを開始します。猫も連れてきました。さて、私たちの古民家再生計画です。目標はもちろんこの古民家に住めるようにすることですが、実はもう一つ夢があります。それはここで居酒屋をオープンさせること。この古民家を住居兼居酒屋にしたいと思っています。これがもともとの間取り。細かく部屋が仕切られていますが、壁はなく、すべて襖などの建具の仕切りです。これが新しい設計図。真ん中の廊下をなくし、広いエリアを作ります。ここが居酒屋スペースになる予定です。カウンター席も作りたいし、この辺にドーンと薪ストーブを置く予定です。台所の上にはロフトも作ります。夢が広がる。現実はまだ床もないのですが、床下の太い梁は大引きと言います。もともとあった大引きが少なかったので、新たに増設します。これは金属製の塚。この塚を床下を支える木材、大引きにつけます。この大引きを固定して高さを調整します。これはレーザー水平器。緑のレーザーが常に同じ高さを出してくれます。これを使って平らな床を作ろうってわけです。そういうことですね。はい。床下のあらゆる木材には防虫剤を塗りたくります。もうシロアリには会いたくない。すごい。
どんどん仕事持ってこい。大引きを増やしたら、この上に根太という木材を敷きます。サイズは45ミリ角。これを均一に並べて、この間に断熱材を入れるのです。今回フローリングまで貼る床は台所、居酒屋スペース、寝室などこれでなんと40畳分。気が遠くなります。ここでもレーザー水平器を使ってなるべく平らに仕上げていきます。レーザーで出した線を基準にして低すぎるところはスペーサーを入れて高さを出し、逆に高すぎるところはちょっと削ったりしてごまかしつつ、できる限り平らにしていきます。これが床下に入れる断熱材、スタイロフォームというものです。これを切って等間隔に敷いた根太の間に詰めていきます。どんどんやるぞ。でもちょっとだけ進んだから嬉しいね。嬉しいです。床が見えてきましたよ。床ができそうな雰囲気が出てきたから雰囲気が出てきたよ。私はとても嬉しい。ここまで壊してばっかりだったので、やっとリフォームらしい作るという作業ができて嬉しいです。1部屋分の断熱材を敷いたので、その上に構造用合板を敷いていきます。これをエアタッカーで留めていきます。ゴールデンウィークの時に使うはずだったのですが、ずいぶん時間が経ってホコリをかぶっています。手を。おめでとうございます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 。なんだ魔王みたいになっちゃった。何個ぐらい？真ん中1個ぐらい。打つ位置がわからなくならないように、墨つぼで根太のある位置にまっすぐな線を引いて、その上を打っていきます。面積的にこの作業をあと4回繰り返す感じですね。絶賛床張りの途中ですが、ここで寝室の壁の枠を立てておくことにしました。床が先か壁が先か、どっちでも対応できるんだけど、ここでは壁の位置を正確に決めておいた方が床を張りやすいと判断しました。壁を立てるのは初めてです。私、陽子、インパクトドライバーを使って壁の下の面をビスで固定していますが、恐ろしく下手です。東京では DIY に全く縁のない生活、OL でしたので金槌も握ったことがありませんでした。普通ここまで下手くそだと恥ずかしいのでカットしてしまうんですけど、この後だんだん上手くなっていくので、ぜひこの姿を覚えておいてください。さあ、どんどん組み立てます。枠ができればこれに沿って床を張っていけます。床の作業に戻ります。とにかく面積が膨大なので、何日もかけてたくさんの人に手伝ってもらいながら進めました。人数が多いので、一箇所を完成させてから次に進むというより、あちこちで同時進行で進めていきます。根太を張る人、断熱材を詰める人、コンパネを切る人、などなど、高さの調整が難しいキッチンの奥の根太張りは井山さんが行ってくれました。フローリングを張るのは40畳ですが、フロアシートを張る脱衣所まで50畳分の根太張りが終わりました。すごい広さ。だんだん歩ける面積が増えてきた。
れはすごいですぞ。そうか、先にこっちか。山側の床は腐った床板を剥がしてしまったので、断熱材が落ちないように釣り具をつけて、その上に断熱材を乗せます。端まで歩けるようになったので、山側の外との境の壁を立て、窓を入れることにしました。この壁は現在シートを貼っただけの状態。ここに全部で6個の窓を入れます。ついにここまで来たね。窓の入れ方はリノベーション経験者のスーさんが教えてくれました。糸を張って水平な線を出します。入った。おお。で、窓がつくのか、ここに。あれを使うか。どれ？せっかく買った秘密兵器や。あ、あれ？はい。秘密兵器。これを使って教えてもらういい。はい。インパクトじゃなくてドリルの方。はい。はい。この道具に木材を挟んでドリルで穴を開けると、斜め方向に穴が開くのです。これでこのまま斜めにビスを打ち込むことができます。すごい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 しか出てこない。すごい。すごいすごいおじさんになっちゃった。すごいっすね。窓枠を入れるための枠ができたら、うわ。外だ。いやー久しぶり。6ヶ月ぶりやよ。おーい。お外だ。やったー。久しぶりに家から外が見えました。わ窓。あ、まだまだない。お。まだだけど穴が開いた。新しく購入した窓は二重サッシ。寒冷地なのでなるべく暖かく過ごせるよう奮発しました。おお。入ったよ。スッと入るわ。こっち持ってますよ。うん。おお。おお。窓だ。窓だ。これが窓。窓の下に柱を入れたら次の窓へ。スーさんが帰って初心者2人での作業。2つ窓を入れたら1日が終わっちゃいました。これから古民家リノベーションを考えている皆様、家は大きすぎない方がやりやすいです。疲れた。5つ目まで窓を入れてあと1つというところでちょっと悩む。台所は冷蔵庫などの家電がたくさんあるので窓が少なくてもいいかも。こっちはでもさ、台所の窓になるわけじゃん、一応。多分こんな感じのレイアウトになるので窓は5つで完了とします。残った窓はいつかお風呂場を作るときに使いましょう。2021年10月、窓が入ったので残った床の隙間を埋めて床のベースが完成。残っている台所部分は水道工事が入るのでちょっと置いておきます。さあ、
この上にフローリングを貼ったら床が完成します。ついにやっちゃうの？フローリング材の裏にボンドを塗ってピタッとね。フローリングもエアタッカーで留めていきます。おー、床張りが始まります。ちょっと俺今泣きそうだからやめて。始まっちゃいました。見てこの大量の床材。9月末、5月に買ったフローリング材は5ヶ月間眠っていました。さあ、ついにフローリング張りが始まりました。初めての作業、恐る恐る始めたけど、あとは同じ作業の繰り返し。今映っているこの部屋は寝室で10畳ほどあります。夢のようですよ。ここまで来た喜びを全身で表現する大将。平日、大将の林業の仕事が終わった後、2人でコツコツ進めます。平日は2人で、週末には仲間が手伝いに来てくれて一気に進む、そんなパターンで続けました。負けちゃダメだ。オッケー。オッケ誰ね、誰？ー。オッケー。いい。わかんない。わかんない。別の人格が乗り移ってる。一日中床を張っていると、なんだかテンションがおかしくなります。YouTube を見て新たに参加してくれたメンバー、りゅうちゃん。お互いがお互いを休ませてもらえないの。どういうこと？迷いが全然ないもん。早い早い。りゅうちゃんの仕事があまりにも早いので、つられてみんなも早くなります。教えて。せっかちだし。そういうこと？役割分担もバッチリ。切るチームと貼るチームに分かれています。音が早すぎる。ね。焦るわ。このままだと冬が来るぞ。やばい。このままだと冬が来るぞ。やばいよ。やばいよ。そう、床を張り続けて気づけばもう10月。リノベーションを始めて5ヶ月が経過してしまいました。みんなダウンを着ながら作業をしています。わーい。動画になってないし。動画がいいね。目回った。ね、また。怖い。 10月中旬の朝、霜が降りました。肘が痛い。打ちすぎて。最後の1枚。本日最後の一枚。ピュー。あざーす。うわー、張ったねー。床、めっちゃ綺麗やん。床だよそう、長瀬さんのペースですね。ー。40、全部で40畳張った。ついに40畳のフローリングを張り切りました。みんなで張った床。この床を見るたびにみんなのことを思い出すことでしょう。すごい。やればできるんだな。さて、少し季節が戻ります。5ヶ月の間、ずっと床張りだけやっていたわけではありませんでした。夏、
庭には草がいくらでも生えてきます。定期的に草刈りをします。なぜか後から出てくる木材、置いておいてはただのゴミなので短く切って薪にします。薪ストーブを入れる予定なんだけど、ちょっといつになるか分かりません。そして家の周りを流れる水路のドブさらい。この水路は冬に雪を溶かすための水路です。家の周りをぐるっと囲っていますが、今は水の流れが滞って沼みたいになっています。なんかエビみたいなのがいっぱい住んでました。片付けが得意なはるちゃんが池を掃除してくれました。これがこう。広くてめっちゃ綺麗だもん。まるで別池。家の前の畑跡地にはタニシがいっぱいいたり、何これ。セリがぎっしり生えていたり、謎の球根がいっぱいありました。興味のある方は個別の動画も見てみてください。すごいことになっている。ドロドロになりながらみんなでセリを引っこ抜きます。水路が復活していく。皇居みたいになったじゃん。皇居のお堀みたいになったじゃん。すっかりきれいになりました。私たちの冷蔵庫、湧き水にお客さん、サンショウウオが来ていました。ここは豊かな水に囲まれた山奥です。家の前に薪棚も作ります。薪ストーブを入れられるのはまだもうちょっと先だけど、先回りして準備しておきます。薪棚は単管パイプを組み合わせて作ることにしました。しっかりしまってないから。はい、後で。すごい。すごい。もう一台作りたいんだけど、岩だらけ。動いている。動いてはいる。おお、動いた。よいしょ。おお、おい、おー。スーパー74歳だね、中島さん。72だよ。すいませんでした。2歳サバ呼ぶなよ。になった。屋根は角材と波板で作ることにしました。こういうことね。完成。楽しい巻き。ね、すでに楽しい。棚がね、こういうふうに集まってるとね。薪棚が薪で埋まると、なんとも幸せな気持ちになります。ありがとう。いいね。よし。あれだけ止める。夜まで粘って大量に薪を保管できる薪棚が完成。樽も。床が張られた室内には樽が登場。
古民家にもともとあった樽です。購入予定の薪ストーブとこの樽のサイズ感が似ているので、この樽を置いてストーブの位置を決めます。2021年11月。今日はいよいよ薪ストーブを受け取りに行きます。念願の薪ストーブイエーイ。よかったね。イエルカさんというチェコから移住された方の作っているストーブを注文してできたということなので、今朝4時起きして長野県まで下道です。はい、行きます。お金ないんでね。軽トラで5時間かけてイエルカさんのお宅へ。よく来てくれて。あのね、車ここに持てよね。あ、ここに持ってくる。そうそう。イエルカさんは長野の素敵な古民家で薪ストーブ作りをしています。そして私たちの薪ストーブと対面。あのね、これあなたちのこれ。あ、これがもう待てた。わーい。おお、沈んだ。軽トラに積んで固定します。イエルカさんのとても素敵な古民家や薪ストーブ引き渡しの様子は個別動画でご覧ください。さて、古民家に運んできた薪ストーブ。すごい。思ったより丸がでかい。どうやって室内に入れるかというと、オーブンスペースを空けて、ここに木材を突っ込み、おみこしのように担いで中に入れます。よし。気をつけて。本体の重量は200キロ。大丈夫？大丈夫？行くよ。はい、ゆっくり。よし、かま。やればいい？はい、ゆっくり。イエーイ。イエーイ。イエーイ。ついに古民家に薪ストーブがやってきました。もうピザ焼きたい放題、パン焼きたい放題。そうだよ。あ、ここに看板だぞ。薪ストーブパン。大きさ1個もらえない？いいじゃんね。天然酵母薪ストーブパンって名前。解決しない？夢が広がります。何やら荷物が届いたよ。今日来られない中島さんから牡蠣の差し入れ。みんな週末に泊まり込みで来てくれているので、夜は古民家の2階で宴会です。寒いので後ろに見えるテントで寝ています。私がカキフライです。え、あれ？カキフライさんですか？そうなんです。私がカキフライさんです。やっちまうぞ。やったやっちまうぞ。カキフライやっちまうぞ。カキフライさんだ。カキフライさん、元井井山さんは料理のプロです。こちらは牛すじ煮込み。卵を刻んで大将特製タルタルソースを作ります。一緒やな。一緒やな。俺の家やもんな。言っとったんやけど、きのこ名人のみやさんが取ってきたのは栗茸とむき茸。天ぷらにします。サクサクふわふわで、カキフライも上がりました。いいよ。置いとこう。あ、カキはね、立てて蒸す。立てるんだ。パッカ。来ました。いらないですか？完璧なカキ。とにかくみんなの持ち寄りがすごいリノベーション後の宴会。これがあるから明日も頑張れるのです。源流居酒屋。古民家源流居酒屋。出んな。この古民家は購入時からトイレ以外の水道が出ませんでした。どうやら台所は山水を使用していたみたいで面白がっていたけれど、お
面白がっている場合ではない。調べてみたところ、トイレ以外上水道どころか下水もなく、つまり風呂、台所、トイレ、水回りすべてに工事が必要ということ。その水道工事の費用、なんと250万。私たちの古民家再生に共感してくれた水道工事の会社の方が変わった形で工事を引き受けてくれるというのです。資格が必要ない部分の作業を自分たちで行うことによって工事費が安くなるということ。これなら安くできそう。石黒工業所様、本当にありがとうございます。ということで、ここにある水道管を掘り出します。なかなか深いね。発る深さは10センチほど。ここ露出配管なんですよ。露出したやつは後で自分でコンクリで埋めてくれみたいな。トイレの壁をグラインダーで切り抜きました。ここに水道管を通します。大丈夫。貫通。この壁の向こう側がトイレです。あとは発るだけ。結構疲れるので交代で行います。みんな諦めるの早いな。あれ早くない？大変だこれ。わかる。本当にあんのかな？不安。ああ、これがこれなのか？こんな細いの？これはまた違う管ですか？わかんない。お宝じゃ。お宝だ。やったー。大物だ。ちゃんと太い管が出てきました。すごい仕事させてるよね。ちょっとリフォーム手伝いに来てやる仕事じゃない。掘って掘って最終的にはこんな感じに配管が見えるようになりました。後日石黒工業所さんが来てくれて、トイレの新しい上下水道管が外につながりました。もう埋め戻しだ。台所もどんどん管がつながっていきます。これは水道です。あ、ですよね。これは排水。ああ、すごい。立派だ、嬉しい。この大きなシンクはヤフオクで買ってありました。この時点でシンクの位置を決定して水道管を配置します。水道工事はあと数回来ていただく予定です。私たちがあっちこっちいろいろな改修をしている間に、裏でじっくりと進められていたリノベーションがあります。それはトイレ。古民家のトイレはもともと3つありました。洋式、和式、男子トイレ。洋式トイレ以外は壊れた状態だったので、最初のゴミ捨てで2つの便器を捨てました。洋式トイレもボロボロだったんだけど、リノベーションの間、なんとか使いながら直していくことにしました。トイレの壁を剥がしてみたところ、大変なことになっていました。柱がシロアリにやられています。このトイレのリノベーションを引き受けてくれたのが井山さん。このトイレは俺が仕上げると言って一からじっくりと取り組んでくれました。3つあったトイレは1つにすることにしました。結局すべて壊した方がやりやすいだろうということで天井も壊しました。すると長い。うわ。わお。
蛇の抜け殻です。どんどん壊していきます。この辺から井山さんの壊し屋としての能力が覚醒しだします。どんどんすっきりしていくトイレ。さあ、シロアリの柱に立ち向かう時が来ました。横に新しい柱を立てて支えとして、このシロアリの柱の下半分を切ってしまう作戦です。うわー、来た。あとここ。うわー、取れた。縦に切るってやっぱりボロボロの部分が取れました。残った柱は大丈夫そう。はい、憎きシロアリの柱を摘出したぜ。切ったところが出てきてないよね。あスプレー結構やったから。生きてる。シロアリめっちゃ元気でした。切ってしまった柱の下半分は新たに作ってはめました。じゃん。うわー、すごい。だいぶちょっとここが失敗したけど。復活柱。うわー、よくこのサイズの柱を。次は土台、根田の補強です。井山さんがどんどん大工の顔になっていく。井山さんのサポートは吉江さん。どんどん土台ができていきます。まあ、すっきりして。料理研究家だってこと忘れちゃう。井山さんのお仕事は料理研究家だったはずだけど、もう大工にしか見えない。井山さん、トイレの扉も変えてくれるそうです。井山さんの別荘に使わずにあった扉、これをつけてくれるそうです。しかしこれとても大きい。なんと高さ2メートル10センチあります。こちらがもともとのトイレの扉。かなり広げないと入りません。切れた。おー、すごい。専用の枠を取り付けて蝶つがいもつける。よし、できた。なんてこった。ここね。削ります。あちこち斜めなことにももう慣れました。調整を重ね、お、すごい、ぴったりだ。下もすっごい。すごい、完璧だこれ。最高にかっこいい扉が仕上がりました。トイレの壁は上半分を石膏ボードで、下半分はコンパネを貼ります。打ち込まなきゃあかんな。この壁の下半分、コンパネの上に腰板を貼ります。これは井山さんのアイデア。トイレも広いので腰板の数はなんと90枚。大変だよ。楽しいけど。おうち。これ端材。どれ？トイレの床はフロアシートを引いてみることにしました。大きめのシートを買って余分な部分をカッターでカットするのです。シートに穴を開けて手洗い用の水道管を出します。ボンドで固定。
ママさん何でもできすぎでしょ。なんで？めちゃめちゃ綺麗な床ができました。ここで一度水道工事に入ってもらい、ついに新しく購入したトイレをつけてもらいました。古民家にあったこのトイレともお別れです。お世話になりました。すごいことになってしまった。いやでもかっこいいじゃん。うん、今時。ここの選ぼうよ。鉄あったかい。おお。こっち。すごい。やったねー。すごい。無駄にそう。手洗い場を作ります。はい。足を追加して、ここに穴を開ける。穴が開きました。開いた。いきます。はあ、できた。乗った。乗ったー。あー、すごい。おー。窓枠を新たに作ります。木枠を作ってはめ込む。ダメだったんだ。ぴったりすぎたのに溝掘った。あおそらく過去に何度も上から壁を張り直して窓枠が壁よりも奥に入っていました。今回新しく手前に出る窓枠を入れました。窓枠の周りの壁は石膏ボードで埋めます。天井には腰板を張って、ー。うわうわー。わー、待って待って、すー。ごい。あららららららら。あらあら。ご近所の友達に鏡をもらいました。銀引きの鏡。とても良い鏡だそうです。トイレの鏡にしようと思います。はめ込む。この溝で。この人料理研究家なんだ。大工さん。大工さんじゃない。建具屋さんになっちゃった。今日は建具屋です。今日は建具屋。多角経営。それはあ、すごい。この細工はこのトリマーで作れるそうです。すごい。面白いよね。この枠で鏡を挟み込んで止めたら完成。すごい。そうですね。あ、そうだね。ここで。あ、そうか。次はパテ埋め。この粉を水で溶いて壁に詰めていきます。乾いたら養生をして漆喰調の塗料を塗ります。漆喰と違ってこのまま塗るだけなので簡単です。壁塗り面白い。今本当に完成形が見える段階だから、そうだね、達成感がありましたね、終わった時の。あるある。面白い段階かも。だから最初はみんなこういうところをイメージしてたかもしれないのに、そこにまで行き着くのすごい道のり長みたいな。ね。最後に見切り剤をつけます。そしてラストです。完成。おー。完成。めっちゃおしゃれなトイレ。すごい。すごい。めっちゃ綺麗。ついにここまで来ました。古民家にあったボロボロのトイレ。
壊してこんなに綺麗になりました。煙突工事はなかなか引き受けてくれる業者が見つかりませんでした。だけど冬も近づく11月中旬、急遽引き受けてくれる業者さんが現れました。煙突は屋根の上にまっすぐ抜きたいので高所での作業になります。1階の天井を通して2階に突き抜けます。希望を伝えてなるべく希望に近い位置で抜ける場所を見つけてくれます。胸から出てる1枚目のトタン側で干渉するんで、こっち側から抜いてこう振る感じで、そこでちょっと指示1個取ってそこからまっすぐ下ろす感じ。そうすると煙突がニョキって出る位置はどの辺な？煙突の位置が決まりました。あ、すごい。わあ、青空見える。煙突が入ってきました。屋根の上は専門の板金屋さんが雨じまいをしてくれます。この屋根は瓦っぽく見えるけどトタンでできています。煙突工事は自力でやる人もいるけれど、ここをしくじると雨漏りしちゃうのでプロにお願いすることにしました。室内に入れた煙突を2階の針に固定。おお、すごい。この薄さよ。開いたよ。おー。ついに1階まで煙突が伸びました。これで煙突の設置は完了。本体との接続は土台を作ってストーブの場所を決めてから自分たちで行います。さあ煙突がついたぞ。それ喜び方が独特ですね。ああ、こんな日が来るとは思わなかったよ。やったね。嬉しい嬉しい。外からの見た目もかっこよくてすごく気に入りました。古民家に煙突ついちゃったよ。ねえ。いやー、いいね。これはいいよ。これはいいよ。いやー、合うわ。黒いし。合うよね。うん。やっぱ手前で見せていいんだよ。そうだ。床ができて見違えるようになった室内。だけどまだ急いでやらなければいけないことがあります。これはこの壁。実はまだ防水シート1枚でペラペラ。このまま雪の季節に突入するのはさすがにまずい。ということで大急ぎで壁を作ります。内側から支柱を入れます。この支柱に外から薄い木材を打ち付けます。外壁の下地になるこの木材は銅縁と言います。横の銅縁を入れ終わったので次は縦。格子状にしていきます。スーパー72歳の中島さん。中島さん、これもやったことあるんですか？今ってこういうのはもう普通に使ってるけどさ。壁は？壁もあるけど。あるんだ。いろんな経験を積んでいるんですね。家の壁ってこうやってできていくんだな。リン。
和歌山からこの頃には YouTube を見て手伝いたいと駆けつけてくれる仲間も増えました。銅縁を張り終えました。この上に杉板を張って鎧張りという壁を仕上げます。これが杉板。杉板にカンナをかけます。これは杉板に塗る塗料。これを塗ると雨にさらされる外壁の板が長持ちするのです。ウッドロングエコ。今回使うのは半分、かなりの量の水で薄めるようです。クレイジーソルト感あるよこれ。違う、9.5 リットル分になるってわけさ。それでは塗っていきます。板の数はなんと70枚。いちいち数が多い古民家です。頭がおかしくなりそうですな。先長いよ。表、裏、側面すべて塗ります。完了。1回目が。そう、2度塗りするのです。終わったぞ。今日も終わったら真っ暗でした。翌朝、乾いたら色が変わっていました。上だけでいいって。全部上だけ？さあ、貼っていきます。板の上だけビスで留めていきます。鎧のように見えるから鎧張り。これ高いですよ。ねえ、酒屋さんとタイル屋さんが今壁を作ってくれています。明日から雨が降るので。よいしょ。お父さんキスください。はい。オッケーです。オッケー。無理。はい。真っ暗になってから完成しました。みんなの力で壁ができました。こんなに素敵な壁は見たことがないよ。世界一かっこいい壁です。この夜の宴会は大層盛り上がりました。お家完成させたらダメやん。ずーっと続けとればずーっと楽しいこと。そうなのか。この時が永遠に続けば。収入がない。確かに。さて、外側の壁はできたけれど、内側はスカスカなので、断熱材を入れていきます。これが壁用の断熱材、グラスウール。ふわふわです。綿みたい。カッターで切ることができます。これを壁にはめていく。壁の柱は断熱材の幅に合わせて立てているのでぴったりはまります。これをタッカーで留めるだけ。11月下旬、山の上では雪が降り始めました。こちらはまだ雨だけど、いつ降り始めてもおかしくない。急がないと。ということで、次は断熱材の上に壁を張ります。内壁は石膏ボード。こちらもカッターで切れます。うわー、壁だ。いいんじゃないの？確かに。うわ、壁だ。壁だ。これ。壁だ。壁だよ。
とは電源用の穴を開けます。おお。電源を出してビス止めしたら完成。つきましたね。上と左右の隙間も埋めました。後でまとめて漆喰調の塗料を塗ります。すげえ。やったー。ありがとうございます。ここにこの穴の寸法。大将は薪ストーブの土台を作るみたいです。ふむ。あ。角材で枠を作って。待って。お。ブラウンのオイルを塗ります。チョコレートクリームみたいだね。ボンドとビスで固定。この上にコンパネをもう一枚引いてタイルも貼る予定なんだけど、ストーブ乗せてみたくなっちゃうんだよね。よく見て今度傷つくやろね。これどっちのそしてつながったらやっぱりつけてみたいよね。火つけるのね。ちょっとなんかかっこよすぎん？これはなんかめちゃくちゃにかっこよくない？ちょっと信じられないレベルなんだけど。ワクワク。ついたかな。出てる？出てる。出てる。すごい、思ったより出てる。本当だ、すごい。煙が出ています。薪ストーブ。ついに薪ストーブに非公式のここまで来た。さあ、冬が来るよ。来たよもう。来たか、今日から多分冬。本当に雪が降った初日にストーブをなんとか入れることができました。これからも排水の陣で挑みます。ね、ずっと排水の陣。そう、マジでずっと何もかもがギリギリでなんとか息をしています。ちょっと翌朝、家の前は真っ白になりました。薪ストーブの炉台を作り直します。昨日試しに火入れをしたら薪ストーブの真下があまりにも熱くなったのでレンガを入れることにしました。コンパネとタイルだけの予定だったところをさらにレンガを下に敷くことになり買ってきました。レンガをボンドで貼り付けます。こんな感じで頑張っていましたが、2度目のやり直し。やり直し。このレンガと木枠の段差、これだけだとタイルが飛び出してしまうことが判明。本当は木枠とタイルの面をぴったりにしたかったのに、このままだとタイル部分がはみ出てしまう。レンガの厚さが均等ではなく、思ったより厚くなってしまったのが
原因です。コンパネを外して全体を薄くします。作ったものを壊すのは悲しいね。タイル職人の仲間、りゅうちゃんが来てくれました。りゅうちゃん、早い。手つきがいいっすね。手つきがいいよ。早いよ。そらプロだから音速だよ。りゅうちゃんも YouTube を見てこの古民家再生に参加してくれるようになりました。まさかのタイル職人の参加、本当にありがたいです。土台の端っこのレンガはサイズを測って切ります。ぴったり。次はタイル。タイルも端っこは切ります。なんとフリーハンド。すごい。なんか日本庭園みたいな。本当だ。カレー。つまんないな、やっぱり今日だよね。プラスなこと言ってたよ、さっき。いや、置いたらその熱で乾くんじゃね。タイルを貼ったら一晩乾かしたいんだけど、今日ストーブをつけたい圧がすごい。あ、今日そこ腫れないんだ。あ、そうなんだ。多分足は大丈夫。ああ、そういうこと。タイルが割れてたの？本当に。あらまあ。そうなんですね。1枚予備だったのかな、じゃあ。で2枚3枚割れと。そんな割れてたの？結構割れたね。へえ。ちょっと残念だけど、今日はできるところまでやろうと思います。これは目地埋め。濡らしたスポンジで拭き取ります。すごい取れる。綺麗。わー。うわ、綺麗。あそこ悔しいね。ね、そこ悔しい。やったね、できたねって言えたのにね。アクセント。自分に。アクセント。だって開けたらいきなり割れてたもんね。結局仮の炉台で火入れ式をして、その晩薪ストーブは立ち飲みどころになりました。ちなみに炉台のタイルは後日りゅうちゃんが完成させてくれました。かっこいい。かっこいいよ、この炉台。2021年12月、かなり雪が降りました。一面真っ白、山水が流れているところだけ道になります。軽トラはリーゼントみたいになっちゃった。家の前についているこれ、うさぎの足跡だ。夜の間にうさぎが来たみたい。薪ストーブが間に合ってよかった。ゴゴゴゴとすごい音がしたので、外を見てみると屋根雪が落ちていました。大屋根の雪が1回落ちただけで家の前はこんな風になってしまいます。出来たての大切な窓には雪囲いをつけました。スーさんは電気工事士なので着々と古民家の電気をつけてくれています。いろいろな照明の提案もしてくれて、スーさんのセンスですごく素敵になりそう。水道工事とフ
フローリング張りが終わったので、いよいよキッチン作りに着手します。これはヤフオクで買っておいたシンク。買ったのはシンク部分だけなので、台は作ります。じゃあ乗るぞ。早く欲しい。手作りなので高さを自由に決められます。乗っけるとさらに強くなるから。あー、大将にはぴったりだわ。バントない。うん、大将にはいいと思う。そう、腰の高さなんだよ。俺だとちょっと高いんだ。超オーダーメイド。すごい。ね。高さが決まったらどんどん作ります。さあ、もう土台ができます。そうそう。はい、そうそう。はい、そうそう。はい、そうそう。ガスコンロを乗せてみます。まだガスは来ていないので形だけ。ベースができた。なんかさっきまで何もなかったやんか。そうですね。ちょっと俺もうるっときとる。俺もうるっときとる。やっとここ来たなって感じ。やっとですよ。これずっとあったもんね。ずっと転がってた隅に。だいぶ前から。めちゃくちゃ早く買ったんだよ、ヤフオクで。ね、だから来た時もあったもんね。まだ床もなかった半年前からここにありました。おたいさん。棚をつけていきます。おお。いい感じだ。なんか製品っぽくなった。家具っぽく。シンクを水道管が出ている位置に移動しました。この場所で決定です。椅子も届きました。ここはカウンター席になる予定です。じゃがりこポテサラください。はーい。じゃがりこ入ります。作業台ともう一つガス台を置きます。大チャーハン好き。ちょっと家らしくなりました。2022年1月。家の前の雪壁が背丈を越えた今日この頃。皆さんどうお過ごしでしょうか。私は今日も雪かきから始めます。もう毎日これや。一回埋まっちゃった。これ大変だ。チラチラ。なかなかいい氷です結構凍ってる。なかなか立派なものが。そういえば温度計を買った。マイナス3度。マイナスでも人って生きられるんだね。雪の重みで扉が開かなくなってきた。玄関もそのうち修理が必要です。何これ。屋根とつながってきた。つながっちゃった。つながっちゃったじゃん。ちょっと今日はみんなが遠くから来てくれたので遊び心を出そうかなと思います。ここにズボッとこれをたくさん作ります。そして暗くなったら掘っといたの？そでもろうそくまで。ろうそくまでちゃんとしてて。いや、歓迎の印なんだね。ういいでしょ古民家に泊まり込む日はストーブの周りに集まって寝ます。すんごう。すごい絵面。壮観だな。ねえ、大量のサバ。これおしゃれじゃないな。
発音分がうん便利。出来たてのキッチン。いや、まだ水道は通っておりません。ハリボテ状態。水道もガスもないけど、意外となんとかなるもんです。もっとかけたいんだけどさ、特殊で出てこないんだよ。油も凍る。油も凍ってます。雪国です。おお、ジュージュー言ってる。もうちょいか。もうちょいだね。やば。米くれ米。米炊けてるよ。夜より盛り上がってない？じゃあサバコで。やばい。朝ごはんこんな感じ。お、雪かきをしてくれてる。すごいね。さて、キッチンの続きです。枠を作って、キッチンの柱の奥の隙間に小さな壁を立てます。キッチン側は塞いだけど、客席側は一升瓶を並べることにしました。あ、これキッチンの腰壁というか。お店っぽい。お店っぽい。あ、なるほどね。現在のリノベーション状況。今、これだけの空間が一部屋の状態です。外からの冷気が入り放題なので、壁を立てて暖かくしていきたいと思います。床を作るときに立てておいた壁の枠に石膏ボードを貼ります。居酒屋エリアを隔てる壁。だよな、ここで1800だから。枠を作ってはめる。すごい。心配を見てる。わあ、もうできてしまう。柱の奥も塞ぎます。はーい、壁だ。すごい部屋みたいになってきたぞ。こっち空いてるけど。お、部屋だ。窓の下の壁には腰板を貼ることにしました。すごい。かっこいい。手作りとは思えないな。いやー、なんか床と壁が揃うとやっぱ家って感じ。そうか、耳が。後から棚を作る予定のある場所には石膏ボードではなくコンパネで壁を作ります。すごーい、綺麗。このタイミングで窓枠を入れておきます。入って。入ってくれ。お、すごい。はい。どうよこのクオリティ。窓枠。窓枠。窓を開ければ。アホか。窓枠の周りを石膏ボードで閉じたらかなりいい感じです。スーさんがキッチンに蛍光灯をつけてくれました。台所すごい。明るい。明るい。何これ。いいぞ。古民家史上一番の明るさです。眩しい。カウンターの上のライトもこのレールに電気が通っているので自由にライトの位置を調整できます。薪ストーブの周りにも電気のレールを設置。うわ、薪ストーブ照らされてますね。この大きなファンを天井につけて暖かい空気が上にたまらないようにします。これか。
おお、動いた。次はキッチンの奥の壁。ブルーシートの向こうは土間で、ほぼ外状態です。冷たい寒気がギュンギュン入ってきます。だから家が曲がってるから。わあ、入った。すごい。天井裏から見つけたこちらは引き戸の上につける鴨居です。ゼロから作ったら結構大変なのでラッキーです。ここに鴨居をつけます。引き戸はどれにしよう。もともと古民家にあった引き戸がたくさんあります。これはちょっと和風感が強いかな。これもなんか違う。これか？これで行ってみよう。別にここに壁ができて、中にスーッと袋に。おお、すごい。後ろは壁できちゃうかも今日。すごい。井山さん、どんどん仕事が早くなります。これはこういう形なんですか？こういう形なんですよ。柱を回避して。マジか。こういう形の壁でした。どんどん壁が埋まっていきます。この日の夕飯。美味しくないから俺が分かった分かった分かった。あのファンと壁のおかげで、なんと室温 3.5 度に上がりました。はい、できました。高い。次に立ち向かう難関はこちら。縁側のこの窓の外側は雪。家埋まっています。この寒い縁側に引き戸を入れます。引き戸は敷居ではなくレールを掘って入れることにしました。この道具はレールの穴を掘るためのものです。専用の定規に沿ってまっすぐ掘れます。今回入れるレールの深さは12ミリ。もう1ミリやな。もう1ミリ？角の深さを調整して2本のレール用の穴が開きました。ここにレールをはめます。V レールというレールです。次は引き戸の工作。引き戸の底に V レールに対応した車輪を入れます。こういうことです。車輪をはめて引き戸を入れてみますが、めちゃめちゃ斜めです。ほら、ここやばくない？これだ。この家は床だけは水平を出しましたが、柱も上の鴨居も基本的に全部曲がっています。なんとか隙間を減らすように調整して入りました。この引き戸に関しては完全に風を通さないということは無理そうです。できる限り隙間を減らしながら他の戸もどんどんやっていきます。この建具は切らないと入らなそう。要はいい感じにやればいいってことですよね。そうやね。まあそういうことやね。家に合わせていくのが古民家再生です。多分入った。こっちだけ開ける。こっちだけだわ。こっちがまあどっちかは開けばね。調整と妥協をしながら。おお、でもすごいよ。うわー、すごい。すごいよ。塞がった。なんかあったかいもん。キッチンの奥の壁も着々とできていきます。ね、そう思う。
開けると冷気がすごい。すごいやろ。全然違うんだ。すっごい寒いよ、仕事しとると。壁って大事なんだね。この引き戸の下にも V レールを入れます。りゅうちゃん、すっかり V レール担当になっちゃった。V レール職人ですね、もう。この壁の裏は断熱材を敷き詰めます。一般的には断熱材は家の外側をぐるりと囲んで家全体を温めるようですが、うちはあまりにも古く広いので、キッチンまでを断熱層の中にあるメインの生活空間として暖かく暮らそうという作戦です。壁と戸袋ができて、引き戸付きの立派な壁になりました。すごい、壁ができている。どんどん壁ができていく。2022年2月、雪がじゃんじゃん降ってきます。一晩でこれでさらにまだ降り続いてる。メンバー総出で雪かき、助かります。あまりにも寒いので、最近はみんな2階にテントを張って泊まっています。キッチンの前のこの辺りに居酒屋のテーブル席を作る予定です。それに伴い、この辺にライトを吊り下げたいのです。あんま近くだとね、あれだし。その辺？そんなもんかな。その辺。高さを決めて、電気が通るレールを取り付けた木材をぶら下げます。できた。なるほど。なるほど。素敵な空間になりそうです。さあ、次はゴミだらけのこの扉。この扉はこの古民家で物に埋もれて壁に貼り付けられていました。階段の裏の壁を剥がした時にこの扉が出てきて、よく見たらなんかかっこよかったので扉として再利用することにしました。使えるかな。この寝室の入り口につけます。この扉は吊り戸にすることにしました。上につけたレールに扉を吊るすのです。レールを水平に固定します。ここの隙間、この柱はまっすぐじゃないので。吊り下げ用の器具を扉に取り付けました。この器具についている車輪をレールに乗せると、浮いた。かっこいいな、やっぱり釣り戸。吊るされて下がわずかに浮いているのでスイスイ動きます。下にガイドを入れるとガタつきがなくなります。これがガイド。テープで仮止めしてみますが、でもここが当たるんだ。溝の幅が一定でないとガイドがぶれて外れてしまうようです。扉の溝の幅を揃えたらぶれなくなりました。ここだすごい。ありがとうございます。何でもできるね。一個ずつ。昔の扉、無事に蘇りました。久しぶりのこの外感。忘れていた。ここは脱衣場と洗面所、お風呂になる予定の現状ほぼ外の場所です。放置されていたここはキッチンの奥、
井山さんたちが作ってくれた壁の向こう側です。ここに洗面台を作るところまで行えば、いよいよ水道を開通させることができます。ちなみに今までは裏山から出ている湧き水を使っていました。まずは壁、枠組みを作っていきます。枠作んなきゃいけないんだ。全部。そうだよね。そうだ。土間から使えそうな木材を探します。コロナによるウッドショックで木材の価格は倍以上に跳ね上がってしまいました。なるべくあるもので作りたい。壁に断熱材を詰めます。ここでちょっと車庫へ。10ヶ月の間ここで眠っていた洗濯機、ここで洗濯ができるようになっちゃいます。次は洗面台を作ります。これはこういう感じになる予定です。オイルを塗った板を組み合わせてざっくり洗面台を作りました。これで水道工事に入ってもらいます。このボイラーから家中にお湯をつなぎます。洗面所と洗濯機、キッチン、トイレの手洗い場も水道をつなげてもらいます。とりあえず水は。おお出たーお、すごい出た。おお出た。ボイラーがお湯を送ってくれています。今までありがとう、湧き水。お湯お湯この古民家でお湯が使えるなんてちょっと信じられない気持ちです。あまりにも作り直す箇所が多いので、お風呂は後回しとなっています。近所に温泉があるので、しばらくはそこに通って風呂なし生活となります。これで一旦水道工事は完了。相変わらず寒い日々が続きます。さあ、今日も頑張ろう。えどういうことすごいこの音。出るわ。出るからまあいいか。キッチンのカウンターは窓の下に貼ったものと同じ腰板を貼ってニスで塗装。居酒屋のカウンターができました。倉庫。車庫が埋まってしまいました。あ、でかい。うわー。でかい。いけそう？いけるかな？屋根と地面がつながってしまっています。この雪庇を切らないといけません。お。終わりが見えるので掘っていきます。イエーイテンション高いな。
今日は元気なあきらさんが手伝ってくれます。果てしない戦いだ。これ雪庇だわ。あ、ついに来た。雪庇に到達したけれど、めちゃめちゃ硬いです。出た。完全に氷の塊だわ。つるはしで行ってみよう。怖いな、なんか。引かれとる。あきら壊れちゃった。あ、すごい。何この。雪かきってこういう感じだったっけ？違うと思うよ。これおかしいよ。そもそも屋根とくっつかないし。こんなん取れた。お、わー！働くおじさん。埋まってくおじさんや。埋まるおじさん。あきらさん、ありがとう。なくなったよ。青空が見える。リビングの入り口の壁はこんな感じになる予定です。ここは玄関と2階からの冷気がすごいので、閉じればだいぶ暖かくなるような気がします。できた。壁の元。なんとか入りました。この壁には断熱材を入れるので木枠を入れておきます。断熱材を詰め込んだらふわふわであったかそうです。どんどん壁ができている。もう片面も作っていきます。ここには引き戸も入ります。最初からついている鴨居を利用しようと思ったけれど、この鴨居の下に壁を作ろうとするとちょっと厚みが足りません。残り物の木材の中に半分に切った鴨居の残りがありました。こんなものがあるなんて古民家ならではです。おなじみになってきた V レールを入れます。この新しい床を削るのめっちゃ緊張するんだよね。これが V レールです。コード類を壁の中に入れ込んで隠しながら壁を作ります。枠ができた。引き戸が入りました。断熱材を詰めて、また一つ壁ができつつあります。なんか暖かい気がする。家が大きすぎるのでメインの生活空間だけを断熱材で囲みます。反対側に柱のような小さな壁を作ったら、ご覧ください。このぴったり閉まる扉。ふう、素晴らしい。そしてこの断熱材の上にコンパネを貼りました。最高記録だよ。今 7.6 だけどすごい。2階も床を張っていきます。1階の床張りで散々苦労したので、ちょっともうお腹いっぱいではあるのですが、この2階の床がそのまま1階の天井になるので、2階の床に断熱材を入れることにより、1階の生活空間が暖かくなるのです。最初に比べると、だいぶ工具の使い方も慣れてきました。青じゃない？あきらさんの腰がもう限界よ。痛いの。2階の床は空いた時間に少しずつ進めていきます。
こに建具を入れます。設計図で言うとこの位置です。本来はここに建具は入れないつもりだったけど、入れた方が寒さ的にも広さ的にも良いのではということになりました。ぐるーっと店舗スペースが囲まれることに一応なる。開店に向けて一歩前進できるのです。この扉、めちゃめちゃ汚れています。例のごとく鴨居が曲がっています。25ミリ切るんですよ。だいぶだな。そうだね。トリマーで滑車を入れる穴を開けます。お、入った入った。おお、ぴったりじゃん。いいね。とてもよく回ります。扉が4枚なので V レールを2本入れます。みんなうつ病になる。逆なんですよ。あなんか成功の兆しが見える。お、これでいいや。バッチリじゃん。まあこんだけできない立派なね。まあ。あと3枚。お。どうだ。おお。まあぴったりじゃん。これは範囲で。いや、古民家にしてはで言ったらもうぴったりよこれは。終了。やったー。建具入ったー。この大きな戸を入れたことで居酒屋スペースが壁や扉で区切られ、一つの大きな空間になりました。あと一息です。2022年3月。永遠に続くんじゃないかと思われた冬がついに終わりました。しかし雪が溶けた頃、事件が起きました。1階の窓から見えるこの木材は本来ここから見えるはずのない屋根です。家の裏に回ると1階の屋根が雪の重みで折れていました。もともとここは豪雪地帯ですが、この年は特に雪が多く、家が何度も埋もれました。私たちの必死の雪かきでは追いつかなかったみたいです。終わってみれば観測史上8番目の積雪量を記録。今まで頑張ってきたけど、あまりにも絶望的な光景です。さすがにダメかもしれない。自分たちでは直すことができないと思います。直せないということは、古民家再生を諦めるということ。だけど、この壁も床もたくさんの仲間が手伝ってくれてできたもの。みんながずっと応援してくれているのに諦めたくない。とにかく村の大工さんに見に来ていただきました。ついでに、ここやったらもう全部の部分満金やりあれですかね。やりようかわかんない。ここから始まる。こんな感じですね。今持っとる部分ももうまくってやってしまうから。予想通りかなりの大工事のようです。だけど大工さんになら直せる。だったら諦めずに頑張ろう。屋根の工事は大工さんにお願いすることにしましたが、村唯一の大工さんは忙しく、工事はだいぶ先になりそう。その後、
折れた屋根の周りから雨漏りが発覚。屋根と壁の間から雨が入ってしまうようなので、ブルーシートをかけて、この状態で工事まで耐え忍ぶことになりました。そうと決まれば前向きに頑張っていこうと思います。もう一つ大雪の被害がありました。雪が溶けてきて、白く水がドバドバで、薪小屋がボッコボコ。せっかくみんなで作ったピカピカの薪棚がボコボコになっています。この薪棚は完全に雪に埋まっていたので仕方がないか。勉強になりました。これから工夫して改良しようと思います。それではリノベーションを続けます。この壁の上の部分にも断熱材を入れていきます。断熱材と石膏ボードを固定するための木材を入れて、断熱材を詰めまくります。石膏ボードで閉じます。後で棚を作る予定の壁はコンパネですが、棚を作る予定のない場所は石膏ボードを使います。コンパネは後でいろいろ加工ができるけど、石膏ボードの方が価格が安いのです。おー、すごい。綺麗綺麗、超綺麗、みっちり。壁を立てたらパテ塗り。3対2ぐらい。こういう穴を入れていきたいよね。緩すぎたかな。めちゃめちゃ広くて地道な作業。とりあえず完成。乾いたパテをヤスリで削ったら、あとは白く塗るだけ。大将が作っているのは食器棚。パーツが揃いました。キッチンの横のスペースで組み立てます。壁に打ち付けてしまいます。この板がかなり重くて結構な力仕事。棚に置くものを想定して高さを変えていきます。わー、やったー。初めての共同作業です。立派な棚ができました。仕上げにニスを塗って完成。次は換気扇をつけます。換気扇はキッチンの奥、ここにつけます。穴いっぱいある。なんかいっぱいあってさっぱりわからないこれ。いつもあるよ。数字書いてあるよ。こうだ。まあなんとか組み立てて設置。換気扇はもう1台つけます。2台の位置が決まったら換気の穴を開けます。お、室内部分が完成。次は外まで通さなきゃいけないんだけど、屋根が折れてるから屋根を上げないとできないね。がっつり折れてます。おお、上がったね。もうちょいだね。ね、もうちょいだな。もうちょいでできるかな。ここだもんね、抜くの。いや、もう一枚あるもん。ここか。取れてる。歌った。イエイ着いたぜベイビー。ついた。いいじゃん。なんか良さそうにね見えるよね。
強引に屋根を持ち上げてつけました。これにつなげて完成。試しに煙がたくさん出るコーヒーの焙煎をしてみます。どっから知ってる？あ、そうなんだ。へえ。でもどこもこういうなんかストレートに。2022年4月、リノベーションに明け暮れて気づけばすっかり春になっていました。もう雪囲いも必要ありません。気持ちいい縁側。素晴らしい。ねえ、本当に。すごい。うわあ、すごい。こういうことがしたくてこの調理台を買ったんやもんね。そう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 。あっけの消費量半端にやっぱもっといっぱい作っとかないとダメだよ、すぐなくなる。夏場ばっけ出したらいいやん。うん、美味しいもんねこれね。60度マイナスで冷凍しといて。そうそう。カポ。おお。できた。うわー、そう。おいしい。おいしい。うまい。こうして私たちは長い初めての冬を乗り越えました。さあ、居酒屋開店に向けてキッチンを仕上げていくよ。カウンターの上に棚を作ります。お客さん側からは棚の中が見えないように蓋をして、カウンター席、いい感じになりました。古民家がかなり形になってきたので、借りていた宿舎を引き払うことにしました。完全引っ越しです。ここから古民家までは車で10分ほど。ここに寝泊まりしながら古民家再生をしていました。お世話になりました。今日からは古民家で暮らしながらリノベーションを続けます。生活家電を運んだら最後の大荷物。古民家再生をしている間、宿舎でぬくぬく暮らしていた猫たちを連れてきました。広い空間は怖がるので、まずは2階の小部屋から。チャーくん出てきません。コスモはなんとか出てきてくれたけど、硬直。それでもなんとか少しずつ慣れて行動範囲を広げてくれました。こっちだよ。はい。なんとここね、開くんですよ。わ、なんだこれ。え？なんかこう開くの？マジで？お、記念すべき最初の一歩です。来た。来た。動揺して帰っちゃった。来るんだ、ちゃんとついてくるんだ。来た。もしチャー君なんで俺にビビるの？これはだいぶ去ってったな。チュールの力も借りて、すっかり大丈夫そうです。さあ、キッチンを仕上げていくよ。コンロの周りにタイルを貼ります。ボンドと両面テープで貼れるタイプのタイルです。
きた。これでもう油跳ね放題だ。そしてガスコンロを設置。台所になっていく。ガス屋さんにお願いして開通してもらいます。ありがとうございます。すごい。はい。これでついに電気、水道、ガスが使えるようになりました。今まで立てた壁にまとめて塗料を塗ります。塗るのはジョリパッドという漆喰調の塗料。まあまあ根気がいる作業です。やっと一度塗り完成。二度塗りします。2度目はあえて荒らして漆喰らしい強弱のある壁を作りたいところです。いいじゃないですか。いいでしょいいっすね。あえてのストロークです。この残しです。あえての嵐がいいです。いいっすね。いいのか。漆喰っぽいじゃないですか。漆喰であるかのように。外していた戸を戻しました。これで居酒屋スペースは一通り完成したことになります。居酒屋用のビールサーバーが来ました。小さい居酒屋なので小さいサーバーです。試しに出してみると、出た。うめえ。嬉しそうな顔してやがらこの野郎。なんだそれ。なんか缶をはるかに超える。おー。全然うまさが違う。前お店で飲んだことあるもんね。うまっ。うまいよね。うまいよね。あら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 これペットボトル。出来たての棚に食器を置いていきます。ついにこの時がやってもうさ、あらかわいい。この器は居酒屋開店を夢見て移住前に益子大市で購入していました。ついに並べる時が来た。これにて居酒屋スペースが完成です。まあ扉の奥はまだまだなんだけど、ここまで来ました。同じ場所から撮った1年前との比較画像がこちら。気づけば5月。古民家再生を始めてからちょうど1年が経ちました。あれから1年、ちょうど1年前に初めて開けて中の飛び出しをした。だいぶ変わったけどまだまだ作業があります。にちゃくん頑張ろうね、ちゃくん。はい、いないね。お返事して。6月25日です。明日が
居酒屋の、オープン26日はオープンなので、今夜は開店記念パーティーに古民家再生メンバーが駆けつけてくれるのです。見て見て、お庭のクワが今食べ頃。美味しそう。黒いのがね、甘い。家に入ると、何これ、すごい。今日来れなかった仲間からお花が届いていました。今日はパーティーを楽しむ日なんだけど、早く来たメンバーはリノベーション作業をしてくれています。居酒屋スペースは完成したけれど、それ以外の部分はまだまだ続くのです。続々と人が集まってきます。なんか全然違う感じねえ、といさん前来た時床なかったもんね。ねえ、壁もなかったし。あ、壁なんかもう夢のまた夢だった、あの頃は。今日は全国から23人の仲間が集まってくれました。キッチンでは宴会準備が始まりました。井山さんはカツオ1本持ってきてくれたそうです。酒屋のケンちゃんは生ビールを持ってきてくれました。20リッターのビールが飲めるってこと？そうそうそう。すげえ。1人1リットル計算？そうやね。ノルマ1リットル。今日もみんなが差し入れをしてくれました。みんなの力を合わせた結果、テーブルがすごいことになりました。座っていい？結構詰めんな、多分。23人いるからね。23人も。なんでハードル上げんの？乾杯の挨拶を短くすべきと社会人生活で学びました。明日から源流居酒屋オープンになります。もうこれはね、もう間違いなくこの皆さんのおかげなので、本当に本当にありがとうございます。今日は遠いところから来てくれて本当にありがとうございます。これからもよろしくね。まだ終わってないよ、リフォーム。はい、乾杯。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとう。みんなで直した家で仲間と飲むお酒、最高です。日本酒置いてる、どんどん置いてる。のか、シャンパンタワー。なんと私、お誕生日まで祝っていただいてしまいました。私たちからのささやかなプレゼントとして開店記念の焼酎を作りました。これは何の酒？何これプレゼント？これはね、焼酎なんですけど、私、陽子デザインのこの釣りバカの酒は専用ラインで注文ができるようになりました。私が書きました。イエーイ、これいいね。私が書きました。イエそうして夜は更けていき、私たちの小さな居酒屋の開店記念パーティーは忘れられない、とても良い夜になりました。みんな帰っちゃうんだって。寂しいね。気をつけてね。ありがとう。また。みんなが帰って
居酒屋の初めての営業日。常に店を開けているのではなく、予約のみの営業にしました。一生懸命料理を仕込む大将。あたふたあたふたあたふた。あたふた、あたふたしてる。得意のあたふたあたあたふたしてる。意外にしてない。そして通常運転の猫です。こちらがお席。今日のお客さんは YouTube のファンの方なので、源流釣りのザックの中身を展示してみました。さあ、初めての営業です。数組しか入れない小さな居酒屋なので、料理はお任せコースのみ。料理担当は大将。村で作った豆腐の味噌漬けや、リクエストがあったイワナ料理も作ります。陽子はお酒を運びます。いろいろな得意料理を出して、締めのピザは薪ストーブで焼きました。料理の合間にたくさんお話もしました。そして無事に営業終了。居酒屋バイトの経験とかなかったけど、なんとかなるもんだね。その後、居酒屋の告知は SNS だけだったので、お客さんがそんなに来ないだろうと思っていたけど、たくさんの問い合わせが来ました。地元の方だけでなく、YouTube のファンの方はなんと全国からこの山奥まで飲みに来てくれました。猫たちも店員として活躍中。お給料はチュールです。山奥の村で古民家を買って1年。居酒屋エリアだけとはいえ、古民家は大変身を遂げました。知り合いの大工さんに聞いたら、素人が1年でここまで進めるのは早いそうです。みんなのおかげだね。この古民家再生と移住の裏話は、エッセイ「源流居酒屋始めました」で読むことができます。ちなみに雪で折れた屋根は4ヶ月後の10月に治りました。これから大自然に囲まれたこの村で、古民家と私たちの暮らしが始まります。ぜひチャンネル登録をして私たちの挑戦を見守ってください。だからちょっと暴露本じゃないけど、私たちの今までを全部書いちゃいました。